こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガパンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。また現在スポンサーについていただいているタンジェムルに関しては注文画面修正されたとのことで2月23日まで 15% オフとなってますので、検討中の方はご利用ください。ビットコインの価格は現在96,600ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では実質 GDP、米 PPI などがありました。米 PPI は予想以上の結果となってまして、その他の動きではトランプ大統領による相互関税導入が注目されています。市場の動きとしてはこれらの警戒が一旦収まったことによって米金利、米ドルが下がっているという見方もありまして、ドル円はまた152円台まで落ちています。米株各指数、ゴールドは続伸してるんですけど、ビットコインはまた折り返しで折れて一時95,000ドル台まで下落しています。あと個別株の方ではコインベースが第4四半期の決算で収益 22.7 億ドル計上、予想の 18.4 億ドルを大幅に上回っています。でこちらは昨日ロビーフッドの業績が好調だったことからですね、コインベースも期待されてましたけども、期待通りの結果となっているんじゃないかなと思います。またコインベースはインド市場に再参入するために動いているという報道も出てまして、こちらも注目されています。株価はデイリーでプラス 8.4% となってますね。あとはバーンスタインがロビーフッドの目標株価を105ドルに引き上げ、ゲームストップが仮想通貨投資を検討してるんじゃないかという報道も出たりしてます。ゲームストップはアフターマーケットでプラス 6.7% となっています。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.83 億ドル相当、香港はゼロとなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.9%、額としては597億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.4%、バイナスミはロングが 66.6% と上襟になっています。そしてオンレンチャ企画ですね。昨日の私の予想では円高が収まってるけども米小売がまだ控えていることと、ビットコインに関しては単純にレンジが続いているだけのような気がすると、ここでもう一回下に折り返すんじゃないかということで、2月14日 AM6 時点のビットコインは昨日の 97,661 ドルよりも下という予想でした。結果としては米 PPI、トランプ大統領による相互関税導入発表などがありまして、米金利が下落、米株は続伸してるんですけど、ビットコインは比較的弱く調整となってまして、一時95,000ドルまで下落。そして判定時刻の2月14日 AM6 時点のビットコインは 96,264 ドルということで、昨日の 97,661 ドルよりも下なんであたりです。はい、振り出して、はい、続いて明日の予想ですね。指標としては本日ついに重要指標の米小売発表となってまして、その後は大きな指標もなく米市場が連休に入る形になってます。米小売の事前予想では前回を下回る予想になってるんですけども、前日の CPI、PPI を見るとですね、いい結果を出してきそうな気もするんで、金利上昇しつつも米ドル、米株高から、さらに指標警戒の解放、このタイミングで上抜けしてもいいのかなと思ったんで上にします。なので2月15日 AM6 時点のビットコインは現在の 97,660 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米小売が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2670ドル、BTC 建ては 0.0276、先物の方では OI は全体でマイナス 2.7%、額としては219億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.0%、バイナスミはロングが 79.6% と全体では下寄りになっています。ETF は現時点ではマイナス300万ドル相当のビビタル流出、香港はゼロとなっています。イーサ関連の話題ではイーサリアム財団が総額45,000イーサをスパーク、アーブ、コンパウンドにそれぞれ入金して DeFi 分野をサポートし始めたのが注目されています。ドル建て、BTC 建てともにですね、昨日とほぼ同水準となっています。他あると同様 ETF の動向が注目されてますけども、イーサコミュニティ内は未だに明るくなってない印象です。長期では底あたりとなってますけども、ここから再度反発して3000ドルの攻防に迎えるのか注目ですね。あとその他の動向ではテザーがビットコインを売るんじゃないかという見解が話題になっています。元となっているのは JP モルガンのアナリストによる見解なんですけど、内容を見るとですね、これも連日取り上げてますけど、
現在米国の方ではステーブルコインを規制するための新たな法案が複数提出されてるんですけど、中身としては主に事業者に対してステーブルの発行量と準備金を1対1の割合で確保することが義務付けられているものになっていると。で、現在提出されている法案のどれが通ってもですね、テザーの準備金がステーブルの発行量に対して足りない状態になってるんで、準備金として認められてないビットコインを売って準備金に当てるんじゃないかと見られています。で、現在テザーは 83,758BTC、約80億ドル相当を保有しているとされているんで、この分が売られるんじゃないかという見解なんですね。ただこの見解に対してテザー側はですね、うちの資本を見誤りすぎだと反論しています。もう投稿は消されてますけども、テザーの CEO アルドゥイノ氏は X でですね、JP モルガンはビットコインが足りてないみたいなニュアンスの投稿もされてましたね。トランプ大統領になったばっかりなんで、そもそもこのステーブルコイン規制がですね、2点3点する可能性もあるのかなと個人的には思いますけど、この米国のステーブル事情が今後どのように動いていくのか注目ですね。あと他では米国の国税局がマイクロ BT とカナンのマイニング機器の押収に動いているという報道が出てます。で、これも先日からトランプ大統領が米国内のマイニング機器の利用を拡大するために中国系のマイニング機器を押収している動きが出てましたけども、マイクロ BT とカナンも中国系なんで、対象になっているのかなと思います。あとは韓国が学校法人などの機関の仮想通貨取引を解禁する計画を発表しています。韓国ではこれまで慈善団体や学校法人、法執行機関の仮想通貨取引を禁止にしてて、これらの団体が寄付で仮想通貨を受け取っても売れない状態だったんですけど、今後は解禁後に売れるようになると見られています。あとは 5.7 億ドル相当のマイニングポンジ容疑で逮捕されてたハッシュフレアの共同創業者らが有罪を認めています。2015年から2019年にかけて事業規模を偽って資金を募って投資家らに還元できていなかったとして通信詐欺罪に問われてましたけども、今回有罪を認めたとのことです。最高で懲役20年とされてますけども、これはさすがに釈放にはならなそうですね。量刑がどうなるのか注目ですね。あとアルト関連ではグレースケールの XRP トラストと同時トラストが一般公明と募集フェーズに入っています。この後 SEC が承認不承認を決める段階に入ると見られていますね。バイデン政権下ではこの前の段階で拒否されると見られてたんで、また一歩承認に近づいたということで界隈では盛り上がってますね。この発表から XRP 同時も比較的強くなってます。XRP が承認されるとおそらくほとんどのアルトが OK という認識になるんで、またアルトが盛り上がりそうですけども、こちらの進捗にも注目ですね。あと CZ の愛犬が話題になってます。これも昨日の夜の時点で、CZ が愛犬の名前を公表するらしいと、同じ名前のミームがまた盛り上がるんじゃないかということで先仕込みのババ抜きが行われてましたけど、愛犬の名前はブロッコリーという発表があってからですね、ブロッコリーというミームが乱立して祭りみたいな感じになってます。先日から CZ のテストミームから BNB ドレインが始まってですね、BNB も上昇してますし、CODEX のケーキも取引量でユニスワップ超えが話題になって、未だにミームが市場を盛り上がっている状態になっているのかなと思うんですけど、こちらもいつまで続くのか注目ですね。あとリリース関連ではストーリープロトコルが IP トークンをリリース、OpenSea が OS2 の C トークンのエアドロップを示唆、Doodles がトークン Dood のリリースを発表しています。あと資金調達関連ではガスレスプラットフォームの DeFi アップが新たに400万ドル調達、ステーブル専用チェーンのプラズマが新たに2000万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。